はいどうも、しのさんちのあおいちゃんです。同じく、あかねです。さて、いきなりだけど、今回で始まりの空島クリアまで進めるよ。いきなりどうしたん？ちょっと、あまりに進行スピードが遅いんじゃないかって思ってね。考察もがっつり進めるためには、やっぱストーリー進めないと。それに、もう今更チュートリアル垂れ流してもって感じもする。まあまたここにいるの、うちらくらいやろな。カットするところは、コメント返信会の後ろで流すよ。ってことで、新しいタイプのコロク見つけまして、連れてったら2個もらえたで、スクラビルドゲットしまして、これまでも軽く触れてた、武器合成の能力やな。そのまま祠クリアしまして、解き方は普通やと思うで、なんか、バッテリーってのをもらいまして、なんやろ、これ、ゾナウキアってやつを使うのに必要だってさ、またコロク見つけまして、この島にどれだけいるんやろな。教えてもらった洞窟になんか変なのいまして、なんか、前作のルミーとかヌス様っぽい？倒したら、そのルミーが出てきたのと、これをドロップした。なんやこれ、結晶？迷いの落とし物。だってさ、説明文的に収集要素っぽい。また集めるもの増えるの？その洞窟の上にまたコログいまして、ここは枯葉の下の石パターンやな。公式の先行プレイ映像で見たい方作りまして、青沼さんありがとう。渡った先にまたまたコログがいまして、君らほんまどこでもおるな。先の洞窟でまたあいついまして、まさか名前出る洞窟全部におるとかないよな。ゾナニウムの精錬所がありまして、とりあえず、バッテリーの材料になるらしいこの結晶を全部交換したで、ゾナウカプセルってのをもらいまして、どこでも取り出せる、使い切りのゾナウニアやな。出た先にガチャがありまして、後で気づいたけど、場所によって出る種類決まってるらしいな。そろそろカットしようか迷ったコログがいまして、もうええやろ。ブロックゴーレムっての縛りまして、さすがにそこはカットせんでもよかったんじゃない？めっちゃ下った。そっか、迷い3体目がいまして、思ったより数いそうやな。体感料理作って寒冷地帯に入りまして。防寒着は今のところ見当たらんな。探索はまたコントにして、まっすぐ祠に向かうよ。なんか、転ぶ並みにいそうな予感がしてきた迷いがいまして。めっちゃおる。3つ目の祠に到着しまして。3つ目の能力、通れルーフゲットやな。これ、ありがたいんだけど忘れそう。わかる。そのまま祠クリアしまして。まあ、能力のチュートリアルやから簡単やな。時の神殿に行けと言われまして。戻るのめんどそう。思いがけないところで防寒着手に入れまして。これで安心して雪山探索できるようになったな。ラウルさんからさらっと情報を手に入れまして。この時の庭、元は地上にあったらしいな。これだけで推測進めてもいいんだけど、もうちょっと色々出てきてからやろうか。時の神殿の扉を開けまして。残る能力一つはどこで手に入るのか。謎の空間で姫様に会いまして。そこまでカットするん？重要なのは確かだけど、もうみんな知ってるでしょ？で、姫様から戻れ子もらいまして。残りの枠、一つは写し絵っぽいけど、もう一つは何やろ。祠が一つ追加されまして。ここでワープも解禁やけど、ラウルさん最初から解禁してくれたらよかったのに、その祠に来まして。他の3つはわかるけど、なんで戻れ子用のチュートリアル祠があるんや。まあ何事もなくクリアしまして。今のところ宝箱も全部回収しとるで、ハート増やしてからもう1枚扉を開けまして。前作のマシソを思い出す。ラウルさん消えちゃいまして。風吹いてるのが、なんかええな。始まりの空島、ダイジェスト終わり。3分半で終わった。で、これがここの最終イベントかな。腕じゃなくて、戻れ子が反応してる。マスターソード。よかった。完全に死んだわけがなかったのか。そうか、マスターソードに時を超える力がある説も。戻れ子来た。どこ行くん？そりゃあ。過去の姫様の元しかないでしょ。
探して。パラセールはそのまま飛び降りるしかないな。というか、本当に姫様過去に飛んでたのか。それ、今ので確定できるんか？ほぼ確定。理由は2つ。1つ目、時を超えるなんだあれ。話を途中で止めるな。いやごめん気になっちゃって。話を戻そうか。戻れ子自体かわからないけど、戻れ子の演出があったってことは、時に関する能力が発動してた可能性が高い。そして、それを裏付けるのが、さっきの背景、ゲルドキャニオンっぽいのがあるよね。ほんまや。台座的にリンクと同じ場所っぽいのに、この見え方から地上にあることがわかる。で、さっきダイジェストの中で出した通り、時の庭はもともと地上にあった。以上から、時の庭が地上にある。つまり、過去に姫様がいるって感じかな。なるほど。で、覚悟決めよっか。そうだよね。飛び降りるしかないよね。行こうか。まさか、パラセールなしで飛び降りることになるとは思わなかった。しかし、そうなると、どこでパラセール手に入るんやろな。先行プレイ映像で使ってたから、あるのは確定なんだよね。何あれ穴、変な正気っぽいの出てるし、落ちたらやばそう。近づかん方がええかもな。と、そろそろ位置調整しないとやばい。初ですが地面にビターンとか、嫌やで。意外と結構動けるから、なんとかなりそう。というか、落ちてる時間めっちゃ長いけど、空地がどんだけ高いんや。リンクの体重を 60kg と仮定したら、2000メートルちょいだね。あれ、思ったより低い？ハイラルが地球と同じ条件と仮定した場合の距離だけどね。着水、よし。水とはいえ、なんであの高さから落ちて無事なんや。英傑だから。英傑ってすごいな。さて、冗談は置いておいて。いよいよ、本番の始まりだね。ようやくやな。ただ、最初の方はおとなしくメインチャレンジ進めようか。パラセールは欲しいよな。そんなすぐ手に入るとは限らないけどね。さて、移動中にちょっとこれまでの考察をまとめようか。パート2で新しい時系列できたかもって言っとったな。あの時は半信半疑だったけど、今はだいぶ可能性高いと思ってる。やっぱり、姫様の消えた先が分かったのが大きいね。ってなると、やっぱり歴史改変もあったと。パート1で出てきた封印戦争の指す出来事の違いとか。それなんやけど、一個反論ええか？いいよ。何？公式インタビューで、これまで神話でしか語られてこなかったって発言があるから、やっぱ今まで言われてた封印戦争やないの？その反論は来ると思った。その話って、誰から見た話なんだろうね。というと、今お姉ちゃんが言ったのって、暗黙のうちに僕らプレイヤーから見た視点って前提が入ってる。元のゼルダ史を知ってる側から見た話なら、お姉ちゃんの言う通り、従来の封印戦争で間違いない。でも、この世界に別の封印戦争があって、その住人から見たらどうなる？結局わからんのか。そう、あのインタビューの発言は、立ち位置によって捉え方が変わってくる。だから、推測や反論には使えない。で、じゃあティアキンがどこかって話なんだけど、まあその新しい時系列っぽいね。実際、改変起きてるかもしれんからな。そこを確定させる情報が早めに欲しいね。推測のまとめはこのくらい。ちょうどいいし、今回は終わりにしようか。次回は、前回ラストに予告したコメント返信会やな。そうなんだけど、あまりコメントもらうのが直前だと返せないから、そこはごめんね。ってのと、全部のコメントに返せるわけやないってのも先に断っとくで。もちろんだけど、全部確認はさせてもらうから、そこは安心してね。ありがたく読ませてもらってるで。で、さっきも言った通り、後ろで今回カットした部分を流しておくよ。今作、プレイ時間えぐいことになりそう。収集要素頑張る。無理しない程度に頑張る。ここまでのご視聴、ありがとうございます。もしこの動画を気に入ってくれたら、高評価、チャンネルフォローもポチポチっとよろしくお願いします。また、SNS もやってるので、良ければ覗いていってください。では、また次回お会いしましょう。またね。